皆さん、こんにちは。本日、モッツァレッラカロッツァをご紹介しようと思います。皆さん、モッツァレッラご存知だと思いますが、カロッツァは馬車のことを示します。なぜこの名前になったかというと、後でご説明いたします。じゃあ、とりあえず、愛を込めて料理を作っていきましょう。まずはね、皆さん、ここはポイントなんですけど、モッツァレラを切った後、しっかり水気を切ることです。なぜかというと、揚げるとき爆発しないようにしっかり水を切らないといけないからです。で、モッツァレラの味、パンに負けないように結構分厚めにカットしましょう。こんな感じでいいかな。はい。モッツァレラはすごい綺麗ですよね。よし、こんな感じでしっかり水気を切ります。はい、その後はパンをカットします。パンなんですけど、別に食パンを使ってもいいんですが、なるべくちょっと古いやつを使った方がいい。なぜかというと、しっかり卵につけないといけないから、新鮮なパン、焼きたてのパン使ったら絶対ぐちゃぐちゃになると思います。だから、もともとは、これ、貧乏料理で、残ったパンは卵につけて揚げたらもっと食べやすくなったので、こんな感じにカットします。で、皮も外します。イタリア人はパン捨てないな。なんか揚げたり、これも絶対捨てずに乾燥させて粉砕します。あとはパン粉として使います。すごい損傷してます。僕もパン大好きで欠かせないものです。パスタよりパンの方が好きだな。そう、皆さん、料理の名前の由来なんですけど、モッツァレラはモッツァレラチーズのことで、カロッツァは馬車のことを示します。で、なぜ、馬車のモッツァレラになったかというと、まずはね、パンは馬車のタイヤに、似てるので、この名前になったそうです。あとは、昔はミルクを運ばれた時、馬車で運ばれて、その馬車の揺らぎによって、そのミルクが自然にチーズになったので、こういう伝説もあると言われています。パンに軽く小麦粉をまぶします。軽くでいい。こんな感じで。伝統的なレシピでは、ただ小麦粉をまぶして卵につけて揚げるんですけど、僕はもっと一段とカリカリになるためパン粉もつけます。あとは中身なんですけど、伝統的なレシピではモッツァレラしか使わないんですけど、昨日 YouTube ショットのためそれを作ってなんか物足りなくを感じるので、今日はプラスモッツァレラにアンチョビとドライトマトを入れて作ってみます。で、卵にソルトしてフォークでしっかりほぐします。モッツァレラにも軽くソルトします。皆さん見てください。結構水分出てきましたね。はい、で、裏返してここも軽くソルトします。で、ソルトしてからモッツァレラも軽く小麦粉をつけます。で、粉をつけてから卵に通します。皆さんはね、モッツァレッラカロッツァといってもモッツァレラが主役と言えないな。結構
卵を吸ったパンの味がする。でも美味しい。卵を吸った揚げパンの味はめっちゃ美味しいよ。子供の頃の味を思い浮かべます。で、パンきちんと並べて、ちょっと場所がないな。場所が狭い。中にモッツァレッラ入れて、でここにドライトマト。あと皆さんはね、中身は別に何でもいい。ドライトマト、アンチョビ、バシリコ入れないとモッツァレッラカロッツァにならないな。バジルはイタリアの香りです。だからたっぷり入れます。大好きです。で、パンを重ねてギュッとして、いやー、なんかもうイタリアっぽくて美味しそうな。で、しっかり卵につけます。こんな感じでね。はい。この後、パン粉。ギュッとギュッと。はい。これはもう一回卵とパン粉をつけます。もう揚げるのを楽しみにしております。これはね、やっぱり料理人の考え方ですよね。食べるんじゃなくて揚げるとか。そうですよね。料理を作るのが大好きです。マルコでございます。じゃあ2回目です。で、2回目パン粉をつけてから15分ほど休ませた方がいいと言われている。なぜかというと、もっとコンパクトになってて揚げやすくなります。さあ、パチャーンと揚げましょう。で、ちゃんときつね色になってから裏返しましょう。わあ、モッツァレッラカロッツァの匂いしてる。本当にイタリア人はなんか特別な香りがするので、この香りによったら、あ、その人はモッツァレッラカロッツァ作ってる。なんかすぐわかる。もういいと思います。で、お次。やったー。皆さんこれ今 YouTube の中でめちゃやってるコードです。確かに気持ちがいいな。よし、中身を見ましょう。さあ、
いただきます。おビールが進むな。おいしい。昨日モッツァレラの実作った時はもう美味しかったけど、アンチョビとドライトマト入れたらもうほんまにベストです。ほんまにね。